今日はとても簡単なベストを作っていきます。四角形を2枚作ってそれを縫い合わせるだけです。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのアクリルヤーン、色は白、50g で96メートル。材質はアクリル 100%。使用かぎ針の目安は 5.8 から 6.2 ミリ。これを今回8ミリで編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はアクリル 100% でしっかりとしています。太さは 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。まず四角形の身ごろを編んでいきます。身ごろのこの部分から始めます。ここから細編みをしていって途中で模様編み、この細編みからスタートします。最初の糸端は少し長めに残しておきます。で途中から鎖、1、2、3、4、5、6、7、鎖を7個。この長さは出来上がりは6センチ。もし違う糸で編む場合には鎖の数を調節します。鎖7個編んだら鎖をもう一つ。一つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、細編み、次もこのまま端まで細編みをします。端まで来ました。次は2段目、また細編みをしていきます。鎖1つ裏返してこの細編みに細編みをします。今度は上から見てこの2本あるうちの向こう側1本をすくいます。で細編み、次も2本あるうちの向こう側1本、端の一つ手前まで来ました。ここにも細編みをします。ただここでは2本の糸の下、1本ではなくて2本、2本の糸の下、これで細編み。ここは普通の細編み。次は3段目、全く同じです。鎖1つで2本あるうちの向こう側1本、3段目の端まで来ました。最後の細編みは2本の糸の下、
この端だけ2本の糸の下、これからもずっと同じように編んでいきます。鎖1つ裏返して、で2本の向こう側1本1本ずつで編んで、最後は2本の糸の下、これでしばらく編んでいきます。細編みを編んできました。私はここでは見やすいように小さく作ります。実際にはこれが前身ごろ、前身ごろの細編みは54段、出来上がりの幅は60センチぐらい。これは後ろ身ごろ、細編みの数は48、出来上がりのサイズは50センチぐらい。幅が違っていて前の方が広くなっています。でこの細編みの段数は偶数にします。こっちも偶数、これも偶数にして、次にこの部分を編んでいきます。次はこの向きに細編みをしていきます。まず鎖1つ、根元の細編み、この段の端の細編みに細編み1つ、次はこの段の端、ここに入れます。次はこの段の端、ここに入れます。で次はこの段の端、入れやすいところで大丈夫だと思います。次はここ、最後はこの部分の端、ここに入れます。ここに鎖があるので、この端、これで細編みが終わりました。次は模様編み、中長編みで編んでいきます。まず少し大きな鎖1つ、裏返します。根元に中長編み、中長編みは絡めて、で根元糸を出して、この3本を一度に引き抜きます。これが中長編み。次は足元1つ飛ばして2つ目、ここに中長編み絡めて、1、2、中長編み、同じところにもう一つ、
これで中長編み2つ、最初に1つと2つ、また足元1つ飛ばして2つ目に中長編み2つ、1、2、1、2、最後の細編みに中長編み1つ、ここに細編みがあるので2本の糸の下で中長編み、次も大きな鎖1つ、裏返して根元に中長編み、さっきと全く同じです。中長編み、また足元1つ飛ばして2つ目、1、同じところにもう1つ、1、2、端まで来ました。またこの中長編みの上に中長編み、次からも全く同じです。同じ一段をずっと繰り返していくだけです。中長編み、1、2、このまま繰り返してしばらく編んでいきます。53段編んできました。長さはここから測って53センチ、ここも含めると59センチ。この53段目、最後の段は細編みにします。さっき編んだものに戻って見てみると、ここまで模様編み、鎖1つ編んで裏返して根元に細編み、最後はずっと細編みだけをしていきます。このまま端まで細編みをしていきます。こっちで見るとこんな感じで、端では糸を切っています。で、ここは少し長めに残しておきます。次は肩を縫い合わせます。表と裏を確認します。最初の細編み、この細編みの次のこの部分、この細編みが表の方を表にします。ただここは目立ちにくいのでどっちにしても大丈夫です。一応こっちが表で、表を内側にします。こっちが表、こっちも表、表と表を合わせてで肩を縫い合わせます。マーカーをつけます。私は端からマーカーのところまで14センチ、こっちも同じ
後ろ身ごろの中央は26センチぐらい、これぐらいにしました。これは実際に縫っていって、ある程度でストップして、こっちも同じ、ある程度縫ってから頭を通してみて、好みの長さでストップします。そうするとイメージした好みの襟ぐりになります。左右どちら側からでも大丈夫です。さっき残した糸端を使って縫っていきます。なかったら新しい糸を持ってきて縫っていきます。まず端と端、この細編みの上、向こうはこの細編みの上、こことここを合わせます。で、手前から糸が出ています。このまま向こうで、手前に戻って2本の糸の下、向こうは同じところ、これで止まりました。次から一つずつ、まずこの隣、1、2、2本の糸の下、向こうも端から1、2、ここがあまりきつくならないように様子を見ながら縫っていきます。このままこのマーカーの近くまで、これぐらいまで編んだら頭を通してみます。こっちも同じように縫って、でここで頭を通してみて好みの幅にします。肩を縫ってきました。ここがマーカーをつけたところ、長さは14センチ。着てみたらもう少し狭くしたくなったので、もう一つ細編みに針を入れて、でこの長さを15センチにしました。でこれで大丈夫だったら、最後にもう一度同じところに入れて、でこれをほどけないように隠します。これで肩がつながりました。もう片方も同じようにつなぎます。次は脇を縫っていきます。この部分が袖ぐり、こっちは裾、ここからここまでを縫っていきます。マーカーをつけます。私は2つに折って26センチのところにマーカーをつけました。模様を数えて同じ位置にマーカーをつけます。ではもう少し狭くても大丈夫です。最初に残していた糸端を使って縫い合わせていきます。今手前から糸が出ています。向こうはこの2本の糸の下、
このまま向こうで、手前の細編み、次から一つずつ、まずこの1、2、向こうも1、2、次はここに細編みがあるので、ここぐらいに一つ、次はここぐらい、目立たないところに入れます。で、次からこの模様、この中長編み一つに1回、大体で1回ぐらい針を入れて合わせていきます。大体で大丈夫です。ずれないように気をつけながらマーカーをつけたところまで縫っていきます。ここまでずっと縫っていきます。糸が足りなくなったら新しい糸で縫っていきます。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。袖ぐりは広めで着心地が楽ちんです。で、襟ぐりも広く作りました。前が少し下がっていて首元が綺麗に見えます。糸は太めだったんですが、この編み方が使った糸は太めなんですが、この模様編みが透かし編みで軽い感じに出来上がりました。いろんな季節に使いやすいと思います。サイズを測りました。上から下まで59センチ、横幅52センチ、袖ぐりは26センチ、襟ぐりは70センチ、使った糸の重さは260グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。